皆様こんばんは。腹ペコ僧侶です。幸せ解体新書ラジオのお時間です。あ、今日の声ちょっと違うと思いませんか？これね、彩り TTS っていうソフトを使って私のパソコンの中だけで作った音声なんですよ。この台本全部で10分くらいあるんですけど、この音声を作るのに20分くらいかな。めっちゃ早くないですか？今までは数時間かけてもできなかったり、今回一発 OK なんです。いやー、すごい時代になりました。さて、最近ね、ちょっと思うんですけど、SNS って便利ですよね。自分の言葉を届けられるし、音楽も届けられるし、祈りも考えたことも、今日あった小さな出来事も、画面の向こうにいる誰かへそっと渡すことができるんです。これってよく考えたら本当にすごいことなんですよね。昔だったら多分会えなかった人、話すこともなかった人、一生すれ違うことすらなかったかもしれない人に自分の言葉が届く。私も SNS や YouTube がなかったら今こうして皆様にお話ししていなかったかもしれません。だからね、ありがたいんです。本当にありがたい。でもそのありがたさのすぐ隣にちょっと怖いものもあるんですよね。投稿した後につい画面を見ちゃうんです。さっきより反応あったかな、誰か読んでくれたかな、今日の言葉は届いたのかなって、最初はそれくらいの小さな確認だったはずなんです。でも気づくとその小さな数字で心の天気が変わっている。少し伸びたらほっとする。思ったより届かなかったら急に自信がなくなる。昨日はあんなに嬉しかったのに今日はもう不安になる。いやー、人間ですね。ほんと人間。私も活動している側なのでこれはすごくわかるんです。見てもらえなければ届かない、届かなければ続けていくのも難しい。活動には時間も体力もお金もかかる。だから数字なんて見なくていいですよとは簡単には言えません。そんな綺麗な話ではないんです。でもね、ある時ふと思うんです。あれ、私は今愛のために工夫しているんだろうか、それとも数字に嫌われるのが怖くて愛を少し削ろうとしているんだろうか。ではここで今夜のテーマです。幸せの方程式エッセンス。数字のために愛を少し削りそうになるとき、お金を稼ぐなという話ではありません。数字を見るなという話でもありません。ただ数字のために、売り上げのために、見られるために、ほんの少しだけ愛を横に置きそうになるとき、その時私たちの心の中心には一体何が座っているのか。今夜はそこを静かに見ていきたいと思います。聖書にはこんな有名な言葉があります。誰も二人の主人に仕えることはできません。あなた方は神と富とに仕えることはできません。マタイの福音書6章24節。これ読むたびに少しドキッとします。なんだかお金を持つこと自体が悪いように聞こえるかもしれません。稼いではいけない、豊かになってはいけない、製品でなければならない、そんな風に受け取ってしまう人もいると思います。でもここでイエスさんが問うているのは多分所持金の話ではないんです。もっと深いところ、何を主人にしているのか、そこなんですよね。使えるというのはただ礼儀正しく従うくらいの軽い言葉ではありません。自分の判断の中心をその相手に渡すこと、最終決定権をそこに置くこと。今日何を選ぶのか、何を言うのか、誰を大切にするのか、どこで立ち止まるのか、その一番奥の判断を何に従って決めているのか、そこを問われているんだと思います。
お金は道具です。数字も道具です。評価も一つの目安です。でもそれが主人になると急に怖くなるんですよね。最初はこちらが数字を見ていたはずなのに、いつの間にか数字の方がこちらを見張っているような気がしてくる。その言い方じゃ伸びないよ。もっと強く言わないと、もっと不安にさせた方がいいよ。もっと怒らせた方が見られるよ。優しいだけじゃ誰も振り向かないよ。そんな声が心の中で聞こえてくる。もちろん声が本当に聞こえるわけじゃないです。でも画面を見て、反応を見て、周りの成功している人を見ていると、いつの間にかそういう感覚になるんですよね。愛よりも数字の顔色を見ている。ここが怖いんです。聖書で富と訳されている言葉は、ギリシア語ではマモーナスと言われます。一般にはマモンとも呼ばれる言葉ですね。これはただの貨幣というより、神様の愛と競合するもう一人の主人のように描かれています。そして今の時代、このマモンは財布の中だけにいるわけではないと思うんです。スマホの画面にもいる。通知の光にもいる。グラフの上がり下がりにもいる。誰かが急に有名になっていく姿にもいる。そして成功者っぽい言葉の中にもいる。しかもね、マモンって最初から悪い顔をしてこないんですよね。むしろちゃんと正論っぽい顔で来るんです。届けるためには必要だよ。活動を続けるためだよ。現実を見なきゃ。綺麗事だけじゃ食べていけないよ。少しくらい煽っても最後にいいことを言えばいいじゃない。わかるんです。わかるから怖いんです。だって実際届けるためには工夫が必要です。続けるためにはお金も必要です。人に見てもらうには言葉の強さも必要になることがある。そこを全部否定したら活動なんて続けられません。私だって見てもらえたら嬉しいです。コメントが来たら嬉しい。誰かの心に届いたんだなぁと思えたら本当に嬉しい。その嬉しさは悪いものではないんです。でも誰かの怒りを燃やした方がよく見られる。誰かの不安をつついた方が物が売れる。誰かの劣等感に名前をつけた方が反応が返ってくる。そういうことに気づいたとき、人は試されるんだと思います。この言葉は愛から出ているのか、それとも不安から出ているのか。これは誰かを生かしたい言葉なのか、それともただ数字を動かすための言葉なのか。神様の愛を語っているように見えても、優しさを語っているように見えても、癒しや救いの顔をしていても、その奥で誰かの弱さを燃料にしているなら、耳はもうマモンの声に向き始めているのかもしれません。これは誰かを外側から裁きたい話ではありません。あの人はダメ、この人は富に仕えている、私は分かっている、そういう話にした瞬間、また別の形の裁きになります。むしろ私自身の話です。投稿する前に迷うことがあります。この言い方の方が伸びるかな、もう少し強くした方が刺さるかな、少しだけ不安を煽った方が伝わるかな。そんな風に思ってしまう自分がちゃんといます。だからこそ立ち止まりたいんです。数字のために愛を少し削りそうになるとき、その小さなズレに気づける人でいたいんです。そしてこの話は稼ぎ方だけでは終わりません。稼いだ後、得たものをどこに置くのか、そこもかなり問われるところだと思います。自分の生活を守ることは大切です。家族を守ることも大切です。活動を続けるためにちゃんと備えることも大切です。自分を壊してまで全部を差し出すことだけが愛だとは私は思いません。それは愛というより自分を粗末にすることになってしまう場合もあります。でももう十分に守られているのに、それでもなお
失うのが怖いという理由だけで富を閉じ込めてしまうなら、それは愛なんだろうか。ここは本当に耳が痛いです。世の中には今日を超えるだけで精一杯の人がいます。ご飯をどうするか、家賃をどうするか、薬代をどうするか、誰にも言えないまま静かに追い詰められている人がいる。そういう現実を知っていながら、自分の安心のためだけに必要を超えたものを固く握りしめ続けるなら、その富は安心ではなく不安の城壁になってしまうのかもしれません。イエスさんは豊かに実った作物を自分のためだけに蓄えようとした人の例えを語りました。そして最後にこう言います。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。ルカの福音書12章21節。神に対して富む。これ宗教的な点数を稼ぐ話ではないと思うんです。何かをしたから偉い、これだけ差し出したから正しい、そうやって自分の善人ポイントを増やす話ではない。もっと素朴に言えば、いただいたものを愛の方へ流せるかどうか、お金を出せる日もあるかもしれません。でもいつもそうできるわけじゃないですよね。そんな時は時間を少し分けるだけでもいい、言葉をかけるだけでもいい、何もできない日は祈るだけでもいい大事なのは量じゃなくて向きなんだと思います。自分の安心の中に閉じ込めていたものをほんの少し誰かの命の方へ向けること。富は流れる時に道具になります。止まりすぎると主人になります。富を持つことが問題なのではありません。富に持たれることが問題なんです。ここで今日のテーマに戻ります。幸せの方程式、エッセンス。エッセンス、本質です。お金が悪いわけではない。数字が悪いわけでもない。成功が悪いわけでもない。でもその中心に愛がなければ、それは少しずつ人を傷つけるものに変わっていく。私たちは数字に愛されるために生きているのではありません。売上で自分の価値を証明するために生きているのでもありません。誰かに見られた数で命の重さが決まるわけでもありません。私はすでに愛されている。だから富を恐れなくていい。富に媚びなくていい。富を愛のために使えばいい。ここがメタノイアです。もっと持てば救われるという向きから、すでに愛されているという向きへ。もっと伸びれば価値があるという向きから、愛に戻るために数字を使うという向きへ。失うのが怖いから握りしめるという向きから、流しても私は失われないという向きへ。もちろんこれは簡単ではありません。お金が減るのは怖いです。数字が落ちるのも怖い。人に忘れられるのも怖い。一生懸命作ったものが届かないのもやっぱりしんどいです。だから人は握りしめたくなる。少し盛りたくなる。強い言葉に頼りたくなる。誰かの不安にちょっと触れたくなる。でもそのちょっとが積み重なるんですよね。最初は本当に小さなズレなんです。今日は少しだけ強く言おう。少しだけ怖がらせよう。少しだけ怒らせよう。少しだけ人の弱さを使わせてもらおう。その少しが積み重なった時、私たちは愛を語りながら愛から遠い場所に立っていることがある。だから戻りたいんです。本質へ。数字の奥にいる人へ。売上の奥にある生活へ。反応の奥にある心へ。画面の向こうで今日も何とか生きている命へ。そこを見失わないために私は何度でも問い直したい。これは愛から出ているだろうか、それとも不安から出ているだろうか。今日の小さなメタノイアです。明日何かを投稿するとき、誰かに言葉を届けるとき、仕事で何かを売るとき、お金を使うとき、ほんの一瞬だけ
立ち止まってみてください。今私は何に従おうとしているんだろう。愛だろうか、それとも不安だろうか、誰かを生かしたいんだろうか、それとも数字を動かしたいだけなんだろうか。もちろん毎回きれいに答えられるわけではありません。私も無理です迷うし、揺れるし、怖くなるし、時には愛より数字を見てしまう日もあります。でも気づけたならそこで一度戻れるんです。投稿の言葉を少しだけ柔らかくする、売り方をほんの少し誠実にする、誰かの不安を煽る代わりに安心して考えられる余白を渡す、自分の中で止まっていたものを誰かを生かす方向へ少しだけ流してみる。大きなことじゃなくていいんです。ほんの少しでいい。富を主人にしない、数字を神様にしない、不安に心の中心の椅子を渡さない、そして愛を中心に戻す。それが今日の小さなメタノイアです。はあ。今夜数字に追われて少し疲れているあなたへ、結果を出さなきゃ、もっと伸ばさなきゃ、もっと稼がなきゃ、もっと価値を証明しなきゃ、そんな声で心が休まらなくなっているあなたへ、あなたの価値は数字で決まりません。反応が少なかった日も、思うように届かなかった日も、誰にも見てもらえなかった気がする日も、あなたの命は減っていません。そして富や数字を全部捨てなくてもいい、怖がらなくてもいい。ただ主人にしないこと、愛より上に置かないこと、不安に支配されたまま誰かの弱さを利用しないこと、そこに戻れたらきっと大丈夫です。イエスさんの言葉が今夜私たちの中心の座を静かに照らしてくれますように。神と富、愛と不安、命と数字、その間で揺れる私たちが今日もまた愛の方へ向き直れますように。稼ぐ力が誰かを支える力になりますように。届ける力が誰かを傷つける刃ではなく、孤独な人へ届く橋になりますように。持っているものを恐れで閉じ込めず、必要な場所へ流す勇気が与えられますように。そして数字のために愛を少し削りそうになった時、今主人が入れ替わりそうになってるな、そう気づいてそっと戻れますように。今夜も皆さんの上に穏やかな祝福がありますように。このお話が少しでも心を整える時間になっていたら、チャンネル登録や高評価で応援していただけたら嬉しいです。皆さんが感じたこと、お金や数字との向き合い方、そして自分なりの小さなメタノイア、よかったらコメント欄で教えてくださいね。ちゃんと読んでいます。それでは腹ペコ僧侶の幸せ解体新書ラジオ、今週はここまでです。おやすみなさい。良い夢を。